そうね。そうそうそう。で、そうだ、最後ね、一瞬だけね、ちょっと WRV と比較してみようかなと。別の動画作ってもいいんですけれども、今日せっかくね、長時間ドライブしてますので、で、WRV、250万円、Z プラス、上級グレード。で、このベゼルが Z320 万円。こちらも上級グレード。直進とかで乗りやすい乗りにくいで言ったら、ベゼルの方は、ちょっとコツがいるような奥深さもありますかね。間違いいっぱいの自動車選び、左男爵です。今回はベゼルと WRV の乗り味を比較します。価格違って価格感も異なる2台ですが、同時に比較したいだけそれぞれに良さがある、特徴も大きく異なっています。ベゼル試乗中にこんなことを思いました。ベゼルにはこうして良さがあって、でも WRV の方が良い部分もあったぞーとね。上位互換ってわけではなさそうと考えていると、2台の価格差は70万円。で、この70万円がね、フリードの場合だと EHEV とガソリンの価格差って50万円ですから、それに内装と装備の差で20万円分だとすると、車体的には同格に比較しても良いんじゃないかと、そんな感じでね、思いました。実際 WRV が日本登場してから、ハイブリッドモデルがベゼル、ガソリンモデルが WRV 的な位置づけを感じます。ボディサイズもほぼ一緒です。フリードね、EHEV の価格が上がっちゃいまして、ガソリンとの差額は50万円まで開いています。実際はベゼルの方が、フリードより大きなバッテリーを搭載しているとのことですから、本当はもっとね、大きく見積もっても良さげですが、とりあえず差額は、そのパワートレインと装備分で埋まるということで進めていきます。で、まずね、それぞれどっちが良いかとはっきり言える部分、これちょっと上げていきます。ベゼルの方は、静粛性とパワートレインの質感。ベゼルね、外からの静粛性とか、エンジンの静粛性とか、このあたりね、すごく高いです。すごくというかね、価格に見合った、300万円クラスだねって感じられる静粛性がありました。このマイナーチェンジ後のモデルになります。で、あと、パワートレインの質感。これもね、ホンダの 1500cc EHEV の中で考えて、最も滑らかじゃないのかなって感じられるぐらいでした。で、WRV の方。WRV の方は、はっきり言えるのはね、ブレーキの扱いやすさ。これはもう、一般的な車ね、他の車とかいろいろ含めて考えても、本当にね、もう最高レベル、もう最高の中の1台かなって思えるぐらいのブレーキの扱いやすさを感じました。フロントサスペンションの動き方も合わせて、で、ブレーキの扱いやすさに含めています。で、今回比較している2台。ベゼルは、2024年のマイナーチェンジ後のモデルです。で、WRV は2024年登場で、2025年の春、年次改良が行われる予定です。で、2台はね、ベゼルが EHEV の Z320 万円。で、WRV の方がグレード Z プラス250万円。どっちも高い方のグレードになっています。で、あと、ボディサイズはほぼ一緒で、オドメーターは3000キロと5000キロの時に走行しています。では、本題というか、どっちも長所があって、比較が楽しい部分いきます。項目としては、ハンドリングと乗り心地です。じゃあまず、大きい部分からそれぞれの特徴を挙げていきます。ハンドリングや走りやすさ優先と感じられるのが WRV。快適性優先と感じるのがベゼル。重厚感というか、もっと大きくて重い車をイメージするのが WRV。軽快感とか、ハンドル軽くてクイクイ回していけるベゼル。ハンドルやシート、サスの動きから車の挙動を伝えてくれる WRV。逆に伝えてこない分、滑らかさが強いベゼル。それぞれ魅力的な部分を挙げますと、一つ挙げるとしたらね、滑らかかつタイヤ反力を適度に伝えてくるステアフィールで WRV。タイヤやサスペンションブッシュというゴムの部分が柔らかくてスムーズな動きやすさ、そこに質感を感じるベゼル。このあたりね、平たく言うと WRV は落ち着きあってステアフィール良くて、でも、硬さを感じる場面も多かった。で、ベゼルの方は、ハンドル軽くて乗り心地も良くてコンフォート志向。
ただ、ドライバーに優しいかと言われるとね、そうね、これをどう感じるかといったところで、自分としては気難しいと感じる部分もありました。で、言葉変えると、乗った瞬間に良いねって感じたのが WRV で、質感高いけれども運転難しい。でも運転難しいからこそ楽しいねと感じたのがベゼル。ベゼルね、1日200キロぐらい走って、やっと慣れてきたというか、上手に走れるようになってきたというのが実感できて、こういうのがね、楽しかったです。で、そうね、どっちが良いかと順位付けすると、ドライバーによって変わるというかね、もう特徴本当大きく違いますからね。で、自分なりに表すとこんな感じです。まずね、ハンドル切れば曲がるよねって余計な情報より滑らかな方がね、いいなって考えたらベゼル。でももう一歩進んで、自分車好きだから、車から伝えてくる感覚を走りやすさにつなげて、そうした走りがしたい。そしたら WRV。で、さらにね、さらにもう一歩進んで、ちょっとマニアックに、ゴムブッシュのたわみを感じて、それをコントロールして、ストイックに楽しみたいとしたらベゼル。で、さらにね、さらに単純に、でもやっぱりやっぱ普通にハンドリングいい方がいいからなと思ったら WRV。以下、ループみたいなね。どこに、注目するか。あと自分がどれぐらい求めるか。自分の運転はこれぐらい、どのくらいか。みたいなところで考えるとね。難しいです。で、そうね。こんな感じなので、2台で比較するとこんな感じ。で、せっかくなので、他社も含めて近い感覚の車種を挙げています。傾向として WRV に近いなと感じるのが、ステアフィールの良さで言うと、マツダの CX-30。あと、重厚感から来る走りやすさで、カローラクロスのガソリンモデル。特にね、WRV とカローラクロス、車の車重そんな重くないんですけれども、伸び上がりにくい重厚感とか、段差、コーナーリングの途中で段差を踏んで、かつ全開中とかでもフロントが落ち着いている。このあたりはね、似ていて、ハンドルにいろんな情報を伝えてきてくれる部分で、CX-30 が似ているみたいな感じです。で、ベゼルの方は、そうね、感覚の伝え方、ゴムとフラット感と、快適性、このあたりのバランスで言うとカローラツーリング。で、ハンドルの緩い部分とクイックな部分が同居しているところで、スバル。ちょっとね、クロストレック乗ったことないので、レボーグからね、想像するところで、そうね、このスバル。で、あと、ハンドル軽くて機敏なとこもあるっていうと、日産のオーラ。静粛性なんかもね、近い部分があるのかなと。オーラの方がもうちょっと静かかな、みたいなところです。で、そうね、このあたり、どれもグレードとか年式によって変わりますから、本当適当な感覚です。一言で言ったらこんな感じ、みたいなね。それでも、このね、グループ分けしながら比較するのって、結構考えていて楽しかったです。で、あとね、内装を一瞬だけ、ほんとね、一瞬。乗って座ってまじまじと見て、感高いなと感じるのはベゼルです。本当色気あって装備優れてもいます。で、WRV の方もね、全然質感悪いということはなくて、インパネからドアトリムまで結構しっかりしてるみたいなね。で、むしろ色気なくてもフォーマルにまとまってるなんて長所を感じます。座って良いなと感じるのは、フロントシートですとベゼル、でリアシートですと WRV。リアシートの差は大きくて、WRV ね、着座感的にも、シートの質感としても本当立派すぎます。ベゼルはこのマイナーチェンジ後の車で言うと、柔らかいクッション性で快適性に貢献しています。ただ、特別良いとかね、そうした感想はありません。で、ベゼルの方でね、この2台比べてベゼルの方がいいなと思うのは、ハンドルとかシフトセレクターの操作感とか、そういう手に馴染む部分、あとシートかな、フロントのシート。このあたりがね、WRV がちょっとハンドルの皮とかが独特な手触りだったり、肌触りだったりすることもあって、で、ベゼルの方は普通にいいねって感じられるような、革の質感だったりとか、
ちょっとね、内装の質感動向というのが、同じぐらいのレベルだとしても、手に触れる部分というのでね、差が大きかったので、これが結構効いているかなっていうところです。そうしましたら、お次は走行中に感じたことを述べているシーンを流していきます。してますので、WRV、250万円、Z プラス、上級グレード。で、このベゼルが Z320 万円。こちらも上級グレード。で、比較したときに、まずお値段の差はね、70万円あります。で、フリードを例にしますと、ハイブリッドとガソリンの価格差が50万円とすると、残り20万円。で、20万円を、このね、ベゼルの優れた装備に当てはめると、そうね、ハイブリッドと装備の差ぐらいということが、想像できます。で、乗り味は、どっちもいいところがあって、ベゼルのは先ほど述べましたっけ？いいか。両方述べると、結構気楽にスイスイね、ハンドル軽くてスイスイ狭いところでも困りにくいベゼルと、それから乗った時に大きさを感じられる WRV。ほんとね、ボンネットとかも見えますし、この辺もすごい大きく感じられますね。で、WRV はドアミラーの見やすさとか、左側の感覚の取りにくさとか、ベゼルよりは大きい車感がありました。ほんと座った時の感覚としてね。で、走っていて重厚感、サスペンションの伸びにくさ、ハンドルを切ってる途中でコーナーリング中の段差なんかでも落ち着いていて伸び上がらずに何事もなかったように走れるとかあったのもね、WRV の方でした。で、ハンドル周りは車の挙動をハンドルに伝えてくれるのと、路面のゴツゴツ感とかを打ち消してくれる部分、このバランスがちょうど絶妙というかね、半分伝えてきて半分カットしてくれるみたいなところで、すごくね、それが走りやすさとか楽しさとか、あと滑らかさもほどほどにあってね。で、パワーステの戻すとかも違和感がなかったりなんかして、すごくね、楽しい車でした。で、ブレーキもね、めちゃくちゃ使いやすい。いやー、もうね、なんでインドの車こんなにね、インドだけじゃないか。そう、欧州、海外仕様全般的にそうなるのかなっていうぐらいね、もう走りやすい車で、ちょっと日本の車もこれがいいよなんてね、本当思ったぐらいでして。でね、この改良後、マイナー後のベゼルに乗ってみますと、そうね、やっぱ日本の車で乗りやすさとか上級感でいうとこういうの求められるのかなっていうのがね、こっちのベゼルの方で、改めて感じるというか、コンフォート的ですね。そんな足回りがふわふわとか大きく動くとかはないんですけれども、ハンドル軽いですし、路面の衝撃はね、よくカットしてくれます。もうハンドルに伝えてこないぐらい。で、その反力打ち消してくれて、で、軽くて、スーッとね、滑らかさを持っている。動き始めからね、滑らかなんですよね、ハンドルがね。で、あとは、その駐車場とかでね、気楽な感じ、クイックイッとね、切れちゃう感じとかもやっぱりベゼルですし、見た感じね、体の馴染むというか、コンパクトカーっぽい感じに近いのもこっちのベゼルの方。乗りやすさで言ったらこっちになるのかな、どうかな。ボンネットとかね、見えるのは WRV なんでといったところで、あとはこの窓ガラスの薄さ。ベゼルはね、やっぱりクーペ風ということで、シート、今、もう自分一番下かな。一番下に下げてももっと下げたくなるので、ちょっとシートバック寝かすしかないねと。こんな感じかな、ハンドル握って。だからやっぱりクーペ風ですかね。もっと、ハンドルぐらいに目線持っていきたい。っていうぐらいになりますね。でもね、その分ね、遠くを見て落ち着いて運転するっていうのがね、しやすいかな。直進とかで乗りやすい乗りにくいで言ったら、うまく乗らないと WRV の方が簡単かもしれない。違うか。ちょっと言葉おかしいかな。ベゼルの方は、ちょっとコツがいるような奥深さもありますかね。これは先ほど述べたようなところにつながります。
まあ、1秒だけ話して。このサスペンションの金属アームと金属アームの間に挟まってるゴムブッシュという部品。これがね、もうめちゃくちゃ動きがいい。ほんと動きが良くて、これがハンドルにかけるテンションね。これでコントロールできて、挙動が変わってきたりなんかして、常にこの自重でね、自重って左手の自重で少しね、左側にテンションをかけておくとか、そういうのがね、もうすごくわかりやすい。で、それでね、ブッシュがブニュって潰れておけば動きやすいとか、で、段差の時はね、その力を抜いてあげることで、こう上下の動きがね、動き始めマイルドになったりとか、すごくいい。で、この本のね、切り始め、ここ滑らかにね、繋がっています。滑らかさに繋がっていて、でもまあ、滑らかな車イコール運転難しいね。ここも高く一発でいけるかな？無理かな？いけた。って感じでね。これちょっとね、まあ、左側、右側、うまくライン通りながら、そうね、この、ブッシュコントロールして走るのが、すごく楽しいね。そういう車じゃなくてもね。ということで、ベゼルは乗り心地の良さと高い静粛性と、で、ステアリング周りは何も考えずに乗るか、すごくマニアックに乗るか、そうした楽しみとかがあって、で、WRV の方はもう何も考えずに乗ってもね、なんかこれステアリング周りいいんじゃないのって感じられるような乗り味でした。今回だいぶ端折ってね、話してきて、大雑把に述べてきましたので、それぞれ気になりましたら、今上がってる動画か、これから上げる動画をご覧いただけましたら嬉しいです。で、あとね、チャンネル登録といいねボタンで応援いただけますと、いろんな車、もっといろんな車に乗って動画作ったりとか、比較したりとか、やっていけますし、あとね、そもそも論として、レビュー続けていけるかどうか、もう本当瀬戸際なので、動画のご視聴等で応援いただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。